はい、皆さんこんにちは、ゆうきです。皆さんも結構僕の最近の動画見てて思ってると思うんですけど、今回新しく来た部屋っていうのがね、すごく広くて、で、物もね、あんまり置いてなくて、声がすごく響くんで、ちょっとね、声聞き取りにくいかなとか、自分でも撮影しながらとか、編集しながらとかね、思ってたんですけど、まあ別にいけるかなと思って、そのね、ずっと動画出してたんですけど、さすがに最近、コメントでね、ちょっと声が響いて聞きにくいですみたいな、コメントをね、結構いただいたんで、さすがにね、ちょっともうマイク変えようかなと思って、今回ねマイクを変えたんで声はね今後聞き取りやすくはなると思うんですけど、他にも映像とかね音声に関してなんかこうしてほしいですみたいなことがあれば、改善できるところはね改善していこうというふうに思うんで、ぜひねそういうのがあれば下のねコメント欄に書いてください。で今日は前回の動画からまた引き続き、カードメカニック、カードのイカサマ師が使うテクニックについてね話していこうというふうに思うんですけど、今日は前言った3つのカテゴリーのテクニックのうちの、最後のスイッチですねについて、実演もね交えながらまたちょっと話していこうかなというふうに思います。でそのスイッチっていうテクニック自体もどういうものかっていうと、これもそのままですねカードをこっそりすり替えたりするっていうテクニックで、一言にスイッチって言ってもちょっと漠然としすぎてるんで、今日はパーム、ハンドマッキング、そしてデックスイッチというねこの3つに分けてちょっとね実演も交えながら話していこうというふうに思います。でまず1つ目のパームっていうテクニック自体どういうものかっていうと、カードをこっそりデックから抜き取ったりとか、それを隠し持ったりするっていうテクニックで、マジシャンの人がカードのパームって聞いたらこんな感じでカードをがっつり、手でね覆って隠すこのパームをね思い浮かべると思うんですけど、これはマジシャンのパームでギャンブラーというかそういうイカサマ師がね使うパームっていうのはこんな感じで、ちょっと下の方ですねで、小指と親指でこんな感じでカードを挟む、ギャンブラーズパームというパームを主に使います。で今回の動画でメインで話すのはカードのスイッチ、カードをすり替えるっていうテクニックで、一見ねパームってあんま関係ないやんって思うと思うんですけど、そもそもカードをすり替えるのにそのすり替えるダミーのカードとか強いカードが、なかったらねそのカードをすり替えれないですよね。なんでスイッチを使うイカサマ師っていうのはまずゲームが始まったら、前の動画で、紹介したカルっていうテクニックを使って、強いカードとかをねデックのトップとかボトムに集めて、そのカードを配るディーラー役とか、そういったねカードに触れれるタイミングになった時にその集めたカードねこんな感じで手に隠し取るんですね。で今のはトップパームといって、マジシャンにとってはね一番聞き慣れてるというか馴染み深いというか、一番ね王道なパームなんですけど、他にもこれはギャンブラーズコップパームっていうんですけど、デックを混ぜた後とかにカードを揃える動作の中で、こんな感じでねデックのボトムからカードを好きなだけパームするっていうタイプとかもあって、で一旦デックからカードを抜き取ったらそのカードをこんな感じでね自分の指輪をちょっと調節するふりをしたりしながら、ここにパームしてる。例えばギャンブラーズコップパームだったらこの状態からこんな感じでねこれトランスファーというテクニックなんですけど右手に移して、でこれを自分のジャケットのポケットの中ですねのタバコとかを取る動作の中で、その抜き取ったカードをそのまま入れてしまって、ジャケット着てなかったら、椅子の下とかですね自分のお尻と椅子の間にこんな感じで、座り直す動きの中で、カードをね仕込んだりとか、して、でそのカードが必要なタイミングが来たら、またそのタバコとかライターをポケットの中に直す、動きの中でそのポケットの中で、さっきねポケットの中に入れた、カードをこんな感じでギャンブラーズパームし直して、外に出してくるんですね。でさっき見せた普通のトップパームとギャンブラーズコップパームっていうのはねいちいちカード1回ポケットの中とか、テーブルの下とかでこのギャンブラーズ、パームにね持ち直さないといけないんですけど、直接このギャンブラーズパームに持っていけるパームっていうのもあって、これはチョッピングアウトっていうんですけど、デックをシャッフルして揃える動作の中で、こっそりねトップのカードをパームするっていうもので、デックをシャッフルするっていう派手な動きの中でパームするんで、ある程度ね手元を凝視されてても大丈夫です。ただこういった直接的なパームのやり方っていうのはその後すぐにカードをすり替える、シチュエーションがね来るとは限らないんで、ほとんどの場合は最初に見せた普通に最初はまずね、カードをパームしてそれをポケットの中に一旦しまって、でいいタイミングをね待つっていうやり方の方がよく使われますっていう感じで、強いカードとかダミーになるカードとかを自分のポケットの中に仕込んだら、次に出てくるテクニックがハンドマッキングで、ハンドマッキングっていう言葉自体マジシャンからしてもあんまり馴染みない言葉だと思うんですけど、ハンドマッキングっていうのはイカサマ用語で、手札をすり替えるっていう意味で、そういったねスイッチをよく使うイカサマ師のことをハンドマッカーっていうんですけど、でこのテクニックにもねいろんな種類があるんですけど、一つは2カードマッキング。これはよくテキサスホールデムとかそういった少ない枚数の手札で勝負するゲームで、よく使われるんですけど、手札が配られたらそれを見る動きの中で、その手札をねそのまま全部すり替えてしまうっていうテクニックで、他にもこれはマクミランスイッチっていうんですけど、1枚のねカードを表返すと同時にパームしているカードと、そのカードをねすり替えるっていうもので、1枚だけカードをひっくり返すシチュエーションとかで、よくね使われます。で基本的にこのテクニックっていうのは機能的にはすごい有能です。っていうのも前に紹介したフォールスディーリングとか、その前にね紹介したスタッキングとかだと、せっかく自分が勝つように仕組んだとしても、全然周りの人が乗ってこなかったら掛け金もね全然増えないし、せっかくね苦労して、イカサマしてんのにその苦労がね台無しになっちゃうことが多いんですね。っ
それに比べてこのハンドマッキングっていうテクニックはそのラウンドの勝敗が最後に決まる直前まで自分がねそのカードをすり替えるかどうか、自分が勝つかどうかっていうのを決めれるんで、もしあんまりみんながそのラウンドでは勝負してこなかったりとか、その場の掛け金ですね、ポットっていう買ったらもらえる金額があんまり高くなかったら、そのラウンドねもう見送って、みんなが勝負してきて掛け金っていうのがねすごい大きくなった時に、そのイカサマするっていう風にしてね、そういった無駄なリスクっていうかそういったものを回避することができます。その他にも他のディーリングとかシャッフリングでのイカサマのテクニックっていうのは基本的には自分がディーラー役の時しか行えないんですけど、このハンドマッキングっていうテクニックはね一旦そのカードさえポケットの中に入れておけば、誰がディーラー役の時もねそのイカサマカードをスイッチすることができるんで、この技術単体ではすごいね有能です。ただこのテクニックには決定的な弱点があって、っていうのもこのテクニック自体怪しまれた時にそのごまかしが効かないんですね。どういうことかっていうと、他のシャッフリングとかそういったディーリングでイカサマした時っていうのはちょっとミスったりして他の人にね怪しまれたりしてもその決定的にイカサマしたっていう証拠が残らないんで、ごまかしが効かせやすいんですけど、今回最初に話したパームとかスイッチのテクニックっていうのはどうしてもそのカードがそのイカサマが終わった後に手とかポケットの中に残るんで、それを見られた時に言い訳ができないんですね。なんでこのハンドマッキングっていうテクニック自体はすごい有能ですごいね強力なんですけど、よっぽどね腕に自信がある人じゃないと、実際のね緊迫したゲームの中で使うのは難しいです。という感じで今までね前の動画から合わせるといろんなねイカサマのテクニック紹介したんですけど、じゃあ結局どれが一番最強なんてなった時に出てくるのが、今回最後に紹介するデックスイッチ。もう文字通りですね、デックを丸々すり替えてしまうというテクニックでおそらくこのテクニックがね単体では一番強いです。で具体的にどういうテクニックかというと、まず事前にそのゲームの会場に下見に行って、どういったデックが使われているのかとか、そのテーブルに何人プレイヤーが座れるのかっていうのをまず把握して、でそこで使われる可能性が高いデックを何個も用意して、でさらにそのプレイヤーの数に合わせて、これは5人用、これは6人用、これは7人用みたいな感じでそのゲームの、プレイヤーの数ですねに合わせて、スタッキングも自分が一番都合のいいように、カードをね好きにスタッキングできるんで、それを全部スタッキングしたものを、何個も用意して、で会場に着いたら今回自分が参加するテーブルの、プレイヤーの人数ですねっていうのをまず把握して、でそれが分かったら、トイレとかねゲームの途中でちょっと行って、その仕込んでたカードですね、その人数用、例えば5人だったら5人で同じデックを、5人用のスタッキングしたその同じデックを、自分のねジャケットのポケットとかに入れて、またそのゲームの会場に戻るんですね。で具体的なデックのスイッチのやり方っていうのもいろんな方法があるんですけど、まず一つ目に紹介するのがインエンドアウトスイッチっていう方法なんですけど、この方法自体はすごいシンプルで、まず普通に用意してきたデックをポケットから右手で取ってきて、それを今ゲームで使われているデックとその2つをね持ち帰る動きの中ですり替えてしまうっていうもので、他にもこれはトリプルカットスイッチっていうんですけど、ディーラーがデックを混ぜたらそのデックをカットする動きの中ですり替えるっていうもので、さっき見せたものもそうなんですけど、このカット自体はねカードの順番が変わらないフォールスカットなんで、あとはねそのままカードを配ってもらいます。ただもちろんさすがにデックを丸々この塊をすり替えるんで、どれだけ上手い人がやっても他の人にねその手元を凝視されてたら、そのうまくできないですよね。なんでそういったデックスイッチを行う時っていうのは、事前にこういったポーカーチップとかをゲームの前にわざとねテーブルの下の目立たないところに、落としといて、でそのデックスイッチをする直前ですね、一番いいタイミングでなんかチップ落ちるけど誰のみたいな感じで、聞いて他のプレイヤーの注意っていうのをそのポーカーチップにやって、でその瞬間にデックをスイッチするんですね。でこのテクニックの一番美味しいところっていうのは、事前にこのデック丸々を好きなように順番、スタッキングできるんで、もう誰にね何を配るとかっていうのも全部自分で決めれるんで、自分以外めちゃくちゃ強いカード、もう全員4カードみたいな感じにしといて、で自分とかその勝つパートナー活躍の人に、がギリギリ一番強い手札になるようにそのカードの順番を全部設定しといて、でそうするとみんながね普段だったら絶対来ないような手札が来てて、でみんなここぞとばかりにもうオールインとかね下手したら全員してくれるんで、もうこれ使ったらねもう一発でそのゲームを終わらせるぐらいの力を持ってます。特に以前話したパートナーとかそういった複数人の仲間と組まれてこれをねさらに使われたらもう見抜きようもないし、もうね一発で終わりです。ただ個人的にはこのデックスイッチっていうテクニックがそのテクニック単体では、今までね僕が紹介したイカサマのテクニックの中で、一番なんか最強というか、一番ね手っ取り早いテクニックだと思うんですけど、このデックスイッチっていうテクニック自体もねさっきのパームとか、ハンドマッキングと一緒で、やり終わった後に証拠も残るし、これがね一番いいとかっていうのはなくて、多分おそらく、そういった一番いい技法、最適な技法をそういったね最適なシチュエーションに合わせ
て使える、そういったね判断力っていうのが、一番ね大事になってくるんじゃないかなというふうに思います。という感じで今日はね、イカスマシカードメカニックが使うカードをスイッチ、すり替えるというテクニックについて話しました。もちろんまだまだ他にもいろんなテクニックがあって今後ねいろいろ紹介していこうというふうに思うんで、ぜひね楽しみにしててください。あともし今回の動画に関してもね何か感想とかコメントがあれば、ぜひね下のコメント欄に書いてください。それではおやすみなさい。